いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しのA子です。今日は3種類の惣菜パンを作ります。前回のパン生地にマヨネーズを入れるアイデアに目から鱗でしたっていう反響をたくさんいただき、めちゃめちゃ喜んでおります。ありがとうございます。今回はそのマヨネーズ入りの生地に玉ねぎも入れてみました。加熱された玉ねぎがジューシーで甘くて、これだけ焼いても美味しいんですが、いろいろなトッピングでアレンジを楽しんでいただけると嬉しいです。では生地作りから始めましょう。材料です。強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、マヨネーズ、玉ねぎ、そして牛乳です。玉ねぎは7ミリ角ぐらいのみじん切りにして水気をよく拭き取っておきます。まずイーストの予備発酵をします。40度ぐらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、そしてイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしたら、このままブクブク泡が立ってくるまで5分から10分ぐらい室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉の中に残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。10分経ちました。イーストの予備発酵が終了してこのようにブクブクになっています。回転させながら生地を作るボウルに移します。そうするときれい。30度ぐらいに温めた牛乳です。ここに先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。このように滑らかになったら OK です。蓋をして10分室温に置いておきます。ちなみに本日の室温は25度です。これより気温が低くなってきたら暖かいところに置いといた方がいいと思います。10分経ちました。ではマヨネーズを加えます。軽く混ぜます。そうしたら次に玉ねぎと残りの粉を入れていくんですけれども、このね順番がいろいろ考えたんですけど、粉を先に入れてその上に玉ねぎをのせる。こうした方が玉ねぎから水分が出なくていい感じだったので、こんな感じで混ぜます。玉ねぎにねちょっとほら粉をコーティングするような感じ。そうすると扱いやすい生地になりました。玉ねぎからね多少は水分出ちゃうんだけど、この方が良かったです。今日はねハムスター混ぜはしないです。ハムスター混ぜするとねどんどん水出ちゃうから、粉が見えなくなるまで、だいたい1分くらいで大丈夫だと思いますが、広げるようにして混ぜると混ぜやすいかな。もうこんな感じで OK です。そしたらボウルの周りをきれいにします。この時点ではね少し生地が固めなんですけど、パンチをしているうちにだんだんこう玉ねぎの水分が出て柔らかくなりますので、このくらいで大丈夫です。はい、蓋をしてここからは30度から35度ぐらいの温かいところに20分置いときます。今日も熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。表面を整えます。蓋をしてまた20分30度から35度くらいの温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。表面を張らせるように整えます。外に出ちゃってる玉ねぎはなるべく中の方に入れ込んでおいてください。で、表面を慣らします。こうすると2倍になったのが分かりやすいのでこうしています。では蓋をして
2倍くらいの大きさになるまで30度から35度くらいの温かいところで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。約30分で2倍くらいの大きさになりました。では台の上に移します。ガスを抜いて全体の重さを測ります。6分割して1つ 72g に重さを揃えます。はい、72g になりました。表面を張らせるように丸めます。出ちゃった玉ねぎはなるべく中に入れて、この時は底をしっかり閉じなくても大丈夫。はい、丸め終わったら固く絞った濡れ布巾をかぶせて10分ほどベンチタイムを取ります。今日は3種類のお惣菜パンを作るんですが、トッピングの準備をします。まず、コーンですね。コーン缶、水気をよく拭き取ってあります。それからウインナー、ピザ用のチーズ、それから玉ねぎ、あとマヨネーズですね。玉ねぎは全部で 100g みじん切りにして 60g を生地に使って残りをトッピングに使うっていう感じです。コーンにこのお塩をね、本当に一つまみちょっとだけ味付けしておきます。はい、これで準備 OK です。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして、はい、ガスを抜きます。で、今日は麺棒を使わないでもう手で広げます。大きさの目安はカードよりちょっと小さいくらい、適当で大丈夫です。で、ここを張らせるような感じでクッと丸めていきます。巻き終わりをしっかり閉じて、これを4つ作ります。はい、形を整えてこれで OK です。はい、今度は丸い成形にします。両面に薄く粉をまぶします。ガスを抜きながら手で丸く広げていきます。綺麗な面が下です。直径がね11センチぐらいを目安に広げます。この縁を1センチぐらいこんな感じで折り込んでいきます。そうすると直径が10センチぐらいになるでしょ。ここにねコーンを乗っけるんだけど、このままでもいいんだけど、焼いているうちにこの辺が広がってきちゃうので、これをひっくり返します。ひっくり返してくぼみを作る。これで出来上がり。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で25分ぐらいから様子を見ます。固く絞った濡れ布巾をかぶせていってきます。最終発酵が終了しました。25分で出してきました。オーブンは200度に予熱をスタートさせています。では仕上げをしていきます。この4本はちょっとね表面が乾くまでこのまま少し置いといて、こっちのコーンパンの方から仕上げます。はい、溶き卵を塗ります。全体に塗っちゃって大丈夫です。こんな感じでフォークでねプスプス刺して、こうやってピケするとくぼみができます。時々玉ねぎが当たってサクッて音がしますね。ちょっとガスが溜まってるのは抜いときます。ここにマヨネーズ絞ります。適当で大丈夫です。コーンをのせていきます。あ、そうだそうだ、ちょっとねこれマヨネーズなじませた方が良かった。こっち忘れちゃった。まだ間に合う、大丈夫。
コーンを乗っけていきます。準備したコーンではちょっとなんか足りなかったので少し足してます。この辺の量はねお好みですよ。私は今日はいっぱい乗っけました。で上からもコーンじゃないマヨネーズかけます。ウインナーパンと玉ねぎパンを仕上げていきます。もうね表面が乾いてるのでいつものクープ専用のカッターナイフです。カッターナイフのいいところはこれをポキポキ折って新しい刃にできるし、この替え刃もね変えることができるのでカッターナイフおすすめです。コーンの方は少し深めにちょっと平べったくなる感じ、思いっきり開きます。端っこの方まで、はい、このくらい。ウインナーの方はそんなに開かない、ウインナーが乗るくらいね。溶き卵塗ります。中にも塗っちゃって大丈夫。牛乳を塗って一度焼いたらちょっとねいまいち焼き色が寂しかった。もちろん牛乳でも豆乳でもいいんですけど、溶き卵を塗った方が色がね綺麗だったので今日は溶き卵塗りました。ウインナーの方も全体に塗っちゃいます。はい、OK。ウインナーを乗っけたらギューって押し込みます。はい、次に玉ねぎを乗っけていきます。ちょっとさ上品ぶって手使わないでスプーンでやろうと思ったらすごいやりにくいので手でやります。玉ねぎをねたっぷり乗せると美味しいです。ちょっと乗せすぎかなと思うくらい乗せても大丈夫。でもさちょっと玉ねぎ多いからこのウインナーの周りにも散らしてみようかな。今思いついてやってます。こんな風にね玉ねぎをちょっとウインナーの脇に散らしています。今ね本当に思いつきでやってるのでどうなるかわかんないけど、でもきっと美味しい気がする。そうしたらマヨネーズかけます。ケチャップは焼き上がってからかけたいと思います。玉ねぎの方にはチーズをたっぷりかけます。今日はねコーンにはチーズかけなかったけどお好みでいろいろとアレンジしてみてください。最後に玉ねぎの方にもマヨネーズかけます。よし、これで OK。 はい、もうなんかこの時点でも美味しそう。では200度で12分から13分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。200度で13分焼きました。玉ねぎたっぷりのお惣菜パンはいかがでしたか？今回作った3種類どれも美味しいんですが、個人的には玉ねぎとチーズのパンが一番お気に入りです。ぜひ作ってみてくださいね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。